1992年10月、アメリカ、オクラホマ州で始まったある男の34年間の物語だ。法廷の空気が一瞬で凍りついた。裁判官が読み上げる言葉を誰もが息を飲んで待っていた。そしてその言葉が告げられた瞬間、傍聴席のあちこちでおえつが漏れた。無罪。男はその場で崩れ落ちた。膝から床に落ち、両手で顔を覆い、声を上げて泣いた。駆け寄った支援者たちが震える背中をそっと抱きしめた。34年間、ずっと自分は無実だと叫び続けた男が、ようやくその言葉を法廷で受け取った瞬間だった。2026年の春、この映像は全米を震撼させた。しかし、多くの人が知らなかったことがある。この無罪判決は、奇跡のような偶然によってもたらされたものだったという事実だ。判決のわずか3日前、一人の老いた男が、病院のベッドの上で最後の力を振り絞り、一枚の手紙を書いた。その手紙には、34年間誰も知らなかった真実が、全て記されていた。真犯人の名前も、そして、なぜ無実の男が裁かれ続けたのかも。では、そもそもこの男はなぜ、たった一人の証言だけで、34年もの間、檻の中に閉じ込められてしまったのか。全ては、ある平穏な秋の朝、彼がごく普通の一日を送っていたところから始まる。1992年の秋、アメリカ、オクラホマ州、空気が少しずつ冷たくなり始めたその頃、マーカス・ウィリアムズは、ごく普通の朝を過ごしていた。彼は当時32歳、地元の建設会社で働く、どこにでもいる普通の男だった。朝は妻よりも早く起き、コーヒーを一杯飲んでから仕事に向かう。そんな毎日を何年も繰り返してきた。妻のダイアナとは出会って7年が経っていた。2人の間には6歳になる娘がいた。名前はエミリー。父親にの大きな目がとても愛らしい子だった。マーカスには夢があった。いつか自分の会社を持つこと。小さくてもいい。家族が安心して暮らせるだけの収入を自分の手で築き上げること。そのために毎日現場で汗を流し続けていた。近所での評判も悪くなかった。困っている人がいれば手を差し伸べる。騒ぎを起こすような人間では決してなかった。職場の同僚たちも彼のことを信頼していた。口数は少ないが仕事は丁寧で約束を守る男だと。その年の秋は特別穏やかだったと後に近隣住民たちは語っている。木々が赤く色づき、風は柔らかく、誰もが静かな日常を送っていた。マーカスもまた、そんな秋の一日を何も疑わずに生きていた。だが、その平穏は突然終わりを告げる。ある朝、彼が仕事へ出かけようとドアに手をかけた。まさにその瞬間、運命は音もなく動き始めていた。1992年の秋、アメリカ、オクラホマ州の片隅で、一人の女性が命を絶たれた。被害者の名前は、ダイアン・コールマン。40代の穏やかな女性だった。近所では評判が良く、誰とでも気さくに話す人だったという。その彼女が、自宅近くの路地で遺体となって発見された。発見したのは、早朝のジョギング中の近隣住民だった。警察がすぐに駆けつけた。現場は荒らされており、明らかに他者による犯行と断定された。捜査が始まった。そして、捜査線上に、一人の男の名前が浮かび上がった。マーカス・ウェブ。当時32歳。建設作業員として働く、口数の少ない男だった。だが、彼には確たる動機がなかった。凶器も見つからなかった。物的証拠も、ほとんど存在しなかった。それでも、マーカスは疑われた。理由はただ一つ。目撃者の証言だった。事件当夜、現場近くにいたという一人の男性が、警察に証言した。マーカスが、被害者と言い争っているのを見た。と、それだけだった。それだけで、全てが動き出した。マーカス本人は否定した。あの夜、自分は家にいた。と繰り返した。だが、アリバイを証明できる人間はいなかった。家族も、友人も、誰もいなかった。静かに生きてきたその孤独が、彼の首を絞めることになった。目撃証言という、たった一本の細い糸。それが、
一人の男の人生を34年間縛り続ける鎖へと変わろうとしていたマーカスは何度も叫んだ。自分はやっていない。と。しかし、その声は誰にも届かなかった。やがて彼は手錠をかけられ、法廷へと連れて行かれる。手錠が冷たくて首に食い込んだ。1992年、オクラホマ州の小さな法廷で、マーカス・ウィリアムズの裁判が始まった。検察側の証拠は、一見すると整然としていた。現場近くで目撃されたという証言。彼の靴底と一致するとされた足跡の型。そして、怪しい男を見た。という隣人の曖昧な記憶。しかし、その一つ一つを丁寧に見れば、亀裂だらけだった。足跡の型は、同サイズの靴であれば誰にでも当てはまるものだった。隣人の証言は、事件から3日後に初めて警察署で語られたものだった。現場に残された DNA は、当時の技術では解析すら試みられなかった。それでも、法廷は動いた。決定的だったのは、一人の目撃者の証言だった。近所に住む男、レイモンド・コールが証言台に立った。あの夜、マーカスが被害者の家に入るのを見た。と、はっきりした声で述べた。陪審員たちの視線が、マーカスへと注がれた。マーカスは震えながら首を振り続けた。しかし、弁護側にはそれを崩す材料がなかった。アリバイを証明できる人間は、ただの一人もいなかった。評決は、わずか4時間で下された。有罪、その2文字が読み上げられた瞬間、マーカスは膝から崩れ落ちた。量刑は終身刑。彼はまだ、28歳だった。だが、誰も知らなかった。レイモンドがその証言を、警察の脅迫によって強要されていたことを、そして証言台に立ったその夜、彼がずっと泣いていたことを、真実は、封印された。マーカスは鉄格子の向こうへと消えていった。34年という、果てしない時間の始まりとともに、鉄格子が閉まった。その音は、マーカスの耳の中でいつまでも響き続けた。オクラホマ州立刑務所。コンクリートと鉄だけで作られた世界。空の色すら、ここでは違って見えた。最初の1年は、怒りだった。食事も喉を通らなかった。弁護士への手紙を何十通と書いた。しかし返事は来なかった。2年目は、絶望だった。夜中に目が覚めるたび、天井を見つめながら同じことを繰り返した。なぜ自分がここにいるのか。なぜ誰も信じてくれないのか。5年が過ぎた。10年が過ぎた。マーカスは少しずつ、何かを諦め始めた。しかしそれは、希望ではなかった。怒りを、手放しただけだった。怒り続けることは、体力がいる。そしてここでは、体力は生き延びるために使わなければならない。刑務所の中で、彼は本を読んだ。法律の本を読んだ。自分を有罪にした判決文を、何百回と読み返した。どこかに、見落としがあるはずだと信じて、面会室で母親と会うたび、彼女は泣いた。マーカスは泣かなかった。泣けば、母がさらに崩れると知っていたから、大丈夫だよ。と彼は毎回言った。それは嘘だった。だが、それが彼に残された最後の優しさだった。20年が過ぎた頃、母は病気になった。30年が過ぎた頃、母は言った。マーカスは葬儀にも出られなかった。それでも彼は、生き続けた。理由は一つだけだった。無実のまま死ぬことだけは、絶対に許せなかった。その執念が、やがて一人の人間を動かすことになる。その執念が、一人の女性を動かした。弁護士のダイアン・コールマンだった。彼女は冤罪専門の非営利団体に所属していた。マーカスの手紙を読んだのは、2018年の冬のことだった。手紙は便箋3枚だった。文字は乱れていた。しかし、言葉は明確だった。私はやっていない。証明する方法が、どこかに必ずある。ダイアンは最初、数百件ある依頼の一つとして受け取った。だが、読み終えた瞬間、手が止まった。34年間、一度も諦めなかった男の声が、紙の上に滲んでいた。彼女は動いた。まず、当時の裁判記録を取り寄せた。次に、証拠物件の保管状況を確認した。そして、唯一の目撃者の名前を追った。その名前は、ルーシー・ハーパー。事件当時、現場近くに住んでいた女性だった。彼女の証言だけが、マーカスを有罪に追い込んだ。
代案は住所を探した。簡単ではなかった。34年という時間は、人の痕跡を深く埋める。それでも、市民団体のボランティアたちが動いた。元ジャーナリスト、元警察官、法学部の学生たち、誰も報酬を求めなかった。ただ、真実を求めた。マーカスの娘も加わった。父が逮捕された時、彼女はまだ4歳だった。父の顔を、面会室の強化ガラス越しにしか知らなかった。それでも、父を信じ続けた。お父さんは悪くない。私はずっとそれだけを信じてきた。彼女は言った。涙はなかった。怒りもなかった。ただ、静かな確信だけがあった。そしてついに、ルーシー、ハーカーの居場所が判明した。オクラホマ州の外れにある小さな介護施設。彼女はそこで死を待っていた。新たな証拠はその部屋の中にあった。ルーシー、ハーカー。その名前をマーカスの弁護団は何年もかけて追い続けていた。彼女はかつて法廷で証言した。マーカスが事件現場の近くにいたと。その一言が一人の男の人生を34年間鉄格子の中に閉じ込めた。しかし今、彼女は薄暗い介護施設の一室で点滴につながれていた。部屋に入った弁護士をルーシーは静かな目で見つめた。声は弱く、かすれていた。それでも、言葉ははっきりしていた。ずっと、言わなければいけないと思っていた。彼女の手元には、一通の封筒があった。何度も書き直したのだろう。封筒の縁は、指でこすられた後でくたびれていた。その手紙には、すべてが書かれていた。1992年の夜、彼女は本当は何も見ていなかった。しかし担当刑事に呼び出され、証言するよう強く迫られたという。従わなければ、あなた自身が疑われる。そう脅されたと、手紙には記されていた。そして手紙の末尾には、一つの名前が書かれていた。実際に現場にいた人物。彼女が自分の目で見た、本当の人物の名前。それは、事件を担当した刑事の名前だった。弁護団はすぐに動いた。34年前に採取されながら、再検査されることなく保管されていた DNA 証拠。それを最新技術で分析した結果は、手紙の内容と完全に一致した。証拠は、もう揃っていた。最新の改定まで、残り3日だった。最新の改定まで、残り3日。弁護団は一睡もせずに動き続けた。34年間、誰も触れなかった証拠袋が、ようやく開けられた。IMG。古びた証拠袋が法医学研究室で開封される場面。1992年の事件現場で採取された DNA。当時の技術では分析できず、そのまま保管されていたものだ。最新の解析技術がそれを読み解いた。結果が出るまで、数時間、弁護団の誰もが、画面を見つめたまま動けなかった。そして数値が揃った瞬間、室内に静寂が走った。目撃者の手紙に記された名前。その人物の DNA と、現場の証拠が完全に一致したのだ。IMG。DNA 鑑定書と手紙が並べられた法廷のテーブル。担当刑事、ラリー、ドーソン。事件を捜査し、証人を誘導し、34年間にわたって無実の男を牢獄に閉じ込め続けた人物。その男こそが、真犯人だった。さらに弁護団は、古いビデオ映像の再分析も要請した。事件当夜、現場近くに設置されていた防犯カメラの映像。画質が荒く、当時は証拠として採用されなかったものだ。デジタル強化処理を施した映像には、はっきりと人影が映っていた。その人物の体格、歩き方、着ていたジャケット、すべてが、ドーソンと一致した。証拠は、もう揺るがない。IMG。法廷に向かう弁護団の後ろ姿。朝の光の中で、2026年5月5日、最新の法廷が開かれた。弁護団が提出したのは、DNA 鑑定書、映像解析報告書、そして一人の女性が命と引き換えに残した手紙。34年分の時間を、たった3つの証拠が覆そうとしていた。被告席に座る男の目に、初めて光が戻ったように見えた。判決が読み上げられる。その瞬間まで、無罪。その一言が、法廷に静かに響いた。34年間、男が奪われた時間は、それだけあった。釈放の日。刑務所の鉄皮が開いた。男は一歩、
外へ踏み出した風の感触を彼はしばらく忘れていた。太陽の光がこんなに眩しいものだったことも、自由とはこういうものだったと彼は静かに思い出した。しかし現実はそれほど優しくなかった。34年という歳月はあまりにも長すぎた。逮捕された時、彼はまだ若かった。家族がいた。夢があった。未来があった。だが出所した時、両親はすでにこの世にいなかった。兄弟とは疎遠になっていた。友人たちはそれぞれの人生を歩んでいた。社会は彼の知らない形に変わっていた。スマートフォン、インターネット、電子決済、何もかもが彼には初めてのものだった。国は保証金を支払った。しかしそれは失われた時間の代わりにはならない。金で買えないものがあまりにも多すぎた。夜になると悪夢を見ると彼は語った。独房の冷たい壁、鉄格子の向こうの空、眠れない夜が今も続いている。トラウマは釈放されたからといって消えるものではない。それでも変わったことがある。彼は今冤罪被害者を支援する団体と共に活動している。自分と同じ苦しみを抱える人たちのために声を上げ続けている。34年間私は諦めなかった。だから今ここに立っている。彼はそう言った。静かに、しかし力強く。ドーソン刑事は逮捕され起訴された。一人の女性が命を懸けて残した手紙は確かに世界を変えた。正義は遅れた。34年も遅れた。それでも正義は届いた。ではこの物語の本当の終わりとは何か。次回エピローグ。すべての答えが明かされる。マーカス・ウォーカーは今も戦い続けている。自分のためだけではない。今この瞬間も冤罪のまま檻の中にいる。誰かのために。2026年現在、アメリカでは年間数十件の冤罪が新たに発覚している。しかしその陰には声すら上げられないまま消えていく命がある。エレン・グリーンという女性がいた。死の床で真実を選んだ。その選択が一人の男の34年を取り戻した。ではあなたに問いたい。もし自分が同じ立場だったなら、真実を知っていながら沈黙を選ぶだろうか、それとも命を懸けて声を上げるだろうか。正義とは制度の中にあるのではない。一人一人の選択の中にある。この物語は終わった。しかし世界のどこかで今日も同じ物語が始まっている。あなたの一票が、あなたの一言が誰かの34年を変えるかもしれない。